どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前紹介した90センチレイアウト水槽のことは覚えていますでしょうか？概要欄に再生リストを貼っておきますので、よければそちらも見てやってください。なかなかの長編の割には登場頻度が少なく、だいぶ時間が経っているこの水槽。前回の動画から2ヶ月半経過したということで、そろそろ登場させます。あれからどうなっているのでしょうか？前回まではトリミングが遅れた有形層が茂ってきたところを、今度は取り返しがつく早めのタイミングでトリミングしたという感じで終わっていました。立ち上げから半年経っているにもかかわらず、化粧砂を敷いていないという前代未聞なこの水槽なんですが、なんやかんや入れなくても別に違和感があまりないという不思議なバランスを保っています。ただ、さすがに化粧砂は敷きたいということで、雪崩出るソイルの土留め作業も行っていたんですが、結局解決することはありませんでした。こういう時に立ち上げた時の自分の土留めの甘さを呪いますね。そんな90センチ水槽なんですが、前回お話しした通り、流木に活着させていた南米ビローモスが結構荒ぶってます。ヤマトヌマエビに新芽を食べられてもなお、三角の葉を展開しているのはさすがです。ただ、ご覧のように水槽全面まで侵食しちゃってるんですよね。これはどうにかしないといけないんですが、未だにどうしようか踏ん切りがつきません。そんなこんな言ってるうちに3週間が経過。ウィローモスの状態はというとこんな感じ。なんか葉の中央部分が茶色になってるんですよね。これ枯れてるようにも見えるんですが、おそらく苔だと思います。基本枯れは光の当たらない場所から出てくるので、この茶色は枯れとはまた違う。なんでそう思うのかというと、こんな感じで近くから見ると糸状の苔がどんどん勢力を拡大してきているからです。スネール駆除のためにこの水槽のヤマトヌマエビを結構な数減らしていたので、90センチ水槽という大きな水槽では対処しきれなかったんでしょうね。特に水流が当たりやすいウィローモスが打撃を受けており、先ほどのように茶苔や青緑が跋扈する形になってしまいました。上から見るとこんな感じ。なんかちょっと暗いというか汚いですよね。奥の後継層に比べて鮮やかさがありません。本来であれば南米ウィローモスはちょっと明るめの緑で水景を彩ってくれるんですが、苔に覆われるとこのざまです。またウィローモスの他にも適当に流木の隙間にぶっ刺してたアヌビアスナナプチも斑点状のしつこい苔が蔓延してます。これが結構厄介者で、以前動画にしたように大量のヤマトヌマエビを導入してきれいにしないと全ての苔を駆逐することはできません。ただ黒ひげのような駆除するためにアヌビアス自体にダメージが及ぶような苔が生えていなくてよかったです。遠くから見るとこんな感じで、意外と苔は目立たないんですけどね。中堅に植栽していた各種陰性水草たちが荒ぶり始めていること以外は特に問題ありません。それでもあまりいい気はしないというか、このまま放っておくと取り返しがつかなくなりそうなので、早急に対応していきます。というわけで登場するのがこちら。困った時のヤマトヌマエビ。基本自分は苔が出た時はこの人たちにお願いしています。というかそれ以外方法を知りません。社交とかもたまにしますけど、やっぱりヤマトヌマエビに頑張ってもらうのが一番なんですよね。ちなみに今回は結構強力に苔を取ってもらいたいので、全体的にマックスサイズに近いドデカヤマトヌマエビを選定して導入しています。これぞヤマトヌマエビ精鋭部隊です。そんな感じで導入直後からどでかいヤマトヌマエビたちが闊歩しております。90センチとはいえど、このレベルのでかさだとなかなかの存在感を放ってますね。やはりウィローモス系がお好きなようで、こんな感じで仲良く並んでつまつましてます。茶色い部分を重点的に詰まってるようなので、これはやはりこびりついた苔だったんでしょう。というか、このヤマトヌマエビの食事シーンを見ると、この短時間で茶色い部分が食われてることがわかります。さすがはヤマトヌマエビ、頼りになりますね。と
というわけで苔まみれになりかけてた水槽にドデカヤマトヌマエビたちを導入して1ヶ月経過した状態がこちら。めちゃくちゃ綺麗にしてくれました。多少というかだいぶウィローモスの新芽を食い荒らしてくれましたが、それでもあれだけあった茶苔と青ミドルを処理してくれたのは助かります。他の陰性水草たちも元気でなかなかいい調子です。そして奥側の有形層はというと、さすがに前回のトリミングから2ヶ月程度経過しているので、またまた水面まで到達しています。特に調子を落としている感はないのですが、ミディオフィラムマトグロス先生に関しては栄養不足で発火しているようです。このマトグロス先生、本当に長期維持が難しいなと思う水草で、短期間にモサモサの茂みになってくれる分、維持するためには莫大な液費を必要とするため、ランニングコストはなかなかのものです。もう少しおとなしめだと嬉しいんですけどね。というわけで、そこから半月経過後の状態がこちら。なんか水槽のガラス面にカメラをひっつけて横にスライドさせて撮影することで、なんとなく幻想的な雰囲気が撮影できるんじゃないかということでやってみてるんですが、どうでしょうか。他の水槽にもこういった撮影をしてみたんですが、こういうのは自分の動画には合ってない気がしますね。あと近くのピントがしっかり合う超広角レンズじゃないと厳しいかも。ただこうすることでいろんな汚い部分をごまかせるので、今後何か都合が悪いものを見せたくないときはこの技使えるかもしれません。そこから数日経過したんですが、全体はこんな感じ。皆さんが感じていらっしゃる通り、やばいくらいにモサモサになってます。モサモサというかもはやジャングルで、水槽全面のガラスにはウィローモスやらミクロソリウムやらがべったりとへばりついています。この時期になると水槽壁面の掃除が大変で、なかなかくせ者だったんですが、陰性水草をこんなにもさらせたことがなかったので、ずっと傍観している状態。有形層とかであればとりあえずトリミングするという話になるんですが、うまく間引けるか心配で手をこまねいています。このようにミクロソリウムナローリーフは水槽全面にぶち当たったことで放射状に葉を展開しています。ご覧のように状態はすこぶるよく、なんかよくわからないシダ病みたいなのにもなってません。ただあまりにも長くなりすぎて困ってます。南米ビローモスに関しても水槽壁面にぶち当たるくらいモサモサになったことで、ヤマトヌマエビの食害を免れ、苔だけを駆逐してもらい勢力を拡大してきています。なんかその場にとどまり続けてるから流木に活着されたままのように見えますが、実はこれ全部浮いてます。スクレーパーで壁面を掃除すると毎回ウィローモスが動くので完全に剥がれてます。そしてミクロソリウムイーストカリマンタンも順調。先ほどの映像でお見せしたヤマトヌマエビ精鋭部隊を入れてからというもの、苔には悩まされておらず、逆に水草の調子が良くなりすぎて、こんなジャングル密林状態になったわけです。まあ枯れるよりマシだからいいかと自分に言い聞かせつつ、とりあえず水替えだけしてこの荒ぶり水槽の現状には蓋をします。ただ水面付近まで水草が到達している結果、水面の動きが出なくなっており、サーフェイススキマーが機能しないため油膜が結構張ってるのが気になります。油膜張るだけで美観がぐっと損なわれるので、ここら辺はどうにかしないといけないですよね。そして後ろの有形層はというとこんな感じ。先ほどよりもモサモサになっているんですが、なんかどっかのタイミングでトリミングしてたようですね。真ん中付近は割とすっきりしてます。しかし両サイドのグリーンロタラが荒ぶっているせいで、このように油膜を取ってくれるサーフェイススキマーを囲んでます。これが油膜が張り巡らされる一番の原因でしょうね。そんな感じでよりの映像でしかお見せしていなかった現在の90センチ水槽の状態がこちら。やっぱやばいですね。ただでさえ反射がすごいところに置いている90センチ水槽なんですが、下半分が陰性水草の大群のせいで暗黒面に落ちてしまい、自分の汚い部屋が映り込みまくってます。
ちなみに以前からお話ししているように、この水槽は作業するときも正面から撮影するときも映り込みが激しくて、なかなか映像が撮りにくい水槽なので、真正面からの撮影は本当に久しぶりです。改めてこのように映像で見ると結構なことになってますね。逆にこの山上ですくすくと成長している水草たちには驚きを禁じ得ません。あれだけ頑張って構図を考えて組み上げた流木もビローモスやミクロソリウムに飲み込まれ、もはや枝の先っぽが少し見えるくらいになってしまいました。まさかこんなことになるとは予想していませんでしたが、自分の水槽では珍しいタイプの崩壊です。基本的に水草が枯れたり浮いたりすることでどうしようもなくリセットという形が多かったので、水草が調子良すぎて手がつけられないのは嬉しい悲鳴。レイアウト水槽という一番重要な干渉性は失われましたが、生態も隠れ家ができて安心していますし、水草も元気なのでこれでいいかななんて思い始めてます。ただこのまま放置しておくとどうなるのかは想像つきませんし、やはりこの先を考える必要がありそうです。そんな激ヤバ状態の90センチ水槽の今後が気になる方はチャンネル登録して続報をお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。